どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2022年7号、ワンピース最新話1037話、シュロン八家を考察していきます。この1037話は、謎が謎を呼ぶ謎回であり、今回僕はそのワンピース史上最大の謎に挑みます。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック派の人は、多いネタバレを含む内容です。さらに、最新話の考察の場合は、怒涛の語呂合わせ考察が続きますから、苦手な人は、今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。今回1037話のスタートは火祭りを楽しむ花の都の人々。火祭りは終盤に近づいているといい、オロチたちがいない都では鬼の犬間に住民たちが酔っ払っています。これが1037話の話数の語呂合わせ一つ目、人の皆でしょう。ゼロのと読むのは1000話の時点で先に提示したルール、ゼロイコールない、ノーからののです。都ではなんと光月時のおみこしも登場しています。そして同じコマにいる町民は昨年亡くなった柳家小三治さんでしょうか。小三治さんは落語家ですから、光月時のみこしはこちらで考えた落語の演目時そばのイメージでしょうか。そして都の人々は願いを書いた空船を飛ばすと言います。火祭りとは亡き人へ思いが届く日だと言われており、光月家20年間の願い、和の国の開国が実現するのでしょうか。そしておそらくこの空船を空へ上げて見上げた時、花の都の人々は上空の鬼ヶ島に気づくのでしょう。場面は変わって鬼ヶ島頂上、ルフィ VS カイドウ。なんとカイドウは戦いの最中に酒樽を一気に飲み干しました。これも1037の話数の語呂合わせ人の皆でしょう。ルフィとの戦いが楽しいから酒を飲むというカイドウ。いつもの笑い方、うるるるるるるではなく、いや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 と大爆笑して酔っ払い全開ですが、カイドウはここまでこの日ルフィだけでなく赤座屋の9人、ゾロ、キラー、ロー、キッドの必殺技を大量に食らっていますが、ピンピンしています。さすが最強生物です。そんな酒を飲むカイドウにルフィは負けた時の言い訳に使うなよと言いますが、カイドウは本気で差しでやり合えるルフィを認めたからこそ酒を飲んだと言います。そしてカイドウはシュロン八家笑い上号を発動。カイドウの腕の筋肉が異常に盛り上がると、ルフィめがけて金棒でラグナラクを落としました。この酒と筋力アップは416話のゾロの技1ゴリラ2ゴリラ2ゴリ酒を想起させます。つまりシュロン八家とは酒を飲むことで様々な感情、表情、態度が目まぐるしく変わり、攻撃力がアップする水拳のよう。これが1037の話数の語呂合わせ2つ目、デミーナでしょう。デミーナとは性格が現れる振る舞い、態度、表情のことです。このカイドウの酒癖は824話で語られていました。824話の話数の語呂合わせは酔う武人でしょう。8は8日のようです。酔っ払った傍若無人の武人カイドウです。この酒とカイドウについてはスリラーバークとの表裏一体から1年半前に注目はしていましたが、そこではスリラーバークの魔人オーズの弱点が塩ならばカイドウの弱点は酒だろうと考えていました。つまり真逆の考察をしていました。スリラーバーグの塩とは真逆の表裏一体によって酒を飲むと強くなるカイドウ。カイドウは笑い上語の次に落ち込み上語になると、鬼ヶ島が反壊したことを嘆き竜巻開封を繰り出し、さらに今度は泣き上語に変化しました。カイドウが初めて登場したのは795話、話数の語呂合わせは泣く子です。これは泣く子も黙るカイドウという意味かと思っていましたが、そのまま泣く子カイドウでした。カイドウは泣きながら雷鳴八家を繰り出します。これにルフィはカイドウの金棒の上に乗って蹴り技を放ちました。これが1037の話数の語呂合わせ3つ目、棒の道でしょうか。1は時系から棒、7は中国語で地位です。蹴り技を食らったカイドウ。このルフィの蹴り技はサンジがクイーンに放ったブフバーストにそっくりです。これに切れたカイドウは今度は怒り上語に変化してクンダリ流星群という金棒の回転波状攻撃をルフィに放ちます。クンダリとは密教の明王の一人、クンダリ明王が由来でしょう。クンダリ明王は蛇を巻きつけた仏で、インドの象の神ガネーシャを倒したと言われています。つまり象の敵です。覚えておきましょう。この技にルフィはゴムゴムのロックガトリングで対抗。激しい乱打戦が続き、その中でルフィは今回またもや足を武装化して再び蹴り技を使っています。この蹴り技は1年前に考えた魚人島先取り説が再び成立します。この蹴り技はまるで633話でルフィが登場した瞬間に魚人のホーディーに食らわした蹴り技のようです。今回はウオウオの実の魚カイドウに食らわしています。場面は変わってなんと聖地マリージョアの五老星はここでもつれているワノ国の戦いを注視しているようです。そこで五老星はロビンならもう捉えた頃だろうと的外れな予想をしており、さらにカイドウやビッグマムとの4校との戦いなら誰が死んでも不自然じゃない、消すべきだと話しています。
つまり五老星はワノ国で戦っている誰かを消したいようです。消すべきだとは誰のことでしょうか。それはもちろんルフィでしょう。聖地マリージョアの王イム様が歴史より消すべき灯火はロビンでもローでもありません。ルフィでした。これが1037の話数の語呂合わせ4つ目、イルミナティ。イルミナティでしょう。こちらは前回語呂合わせのみ的中できました。前回1036話の予想ではイルミナティは革命軍のことだと考えましたが、イルミナティを表すのはその逆、五老星のことでした。そういえば1年半前、天竜人はイルミナティのイメージだろうと考えていました。忘れていました。こちらです。そしてイム様の意と無を合わせると仏になりますが、仏様の額には白毫と呼ばれる第三の目のようなものがありますし、ヒンドゥー教の最高神シヴァも第三の目を持っています。そして西洋では神の全能の目を意味するプロビデンスの目というものがあります。このマークは都市伝説や陰謀論によく使われ、例えばロスチャイルド家支配説などがありますが、このロスチャイルド家とは天竜人ロズワード聖とチャルロス聖のモデルでしょうか。つまり五老星はイム様と一緒に800年前革命を起こして世界を乗っ取ったのでしょうか。イルミナティはよくフリーメイソンと同一視されます。フリーメイソンが掲げている言葉は友愛。そして五老星がいる聖地マリージョアの部屋には博愛と書かれています。さらにフリーメイソンのシンボルは神の全能の目、プロビデンスの目です。ここから僕は1年半前にイム様は真の海岸を果たした三つ目族ではないかとも考えました。このプロビデンスの目のルーツをご存知でしょうか。プロビデンスの目のルーツ、それはウアジャトの目。ウアジャトとはエジプトで月を表すコブラの女神です。そしてウアジャトの目は左目と言われ、もう一つの右目はラーの目です。太陽神ラーです。革命軍が掲げている旗に書かれた RA ラーとはレボリューショナリーアーミー、つまり革命軍の略だと思われますが、もう一つ太陽神ラーの意味もあるかもしれません。この秀逸な気づきはコメント欄スノーンブラザーズさんからいただきました。正義や博愛を掲げて世界を支配する五老星はワノ国のどさくさに紛れて不都合な歴史の灯火ルフィを消そうとしています。これが1037の話数の語呂合わせ5つ目、ドミナントでしょう。こちらは前回の語呂合わせ予想で天竜人や世界政府の動きが語られる可能性もありますと予想できたので的中でいいでしょう。ドミナントとは支配的なという意味です。脱線しましたが本編に戻りましょう。場面は変わってワノ国の近海、ワノ国を取り囲む政府の艦隊が何やら巨大な影を発見しています。その影はズニーシャ。やはり来ました。ワノ国にズニーシャが呼ばれてやってきたようです。これが1037の話数の語呂合わせ5つ目、遠道でしょう。こちらも前回語呂合わせのみ的中できました。遠道とは長い道のりを歩くことですから、1000年歩き続けてきたズニーシャそのものを表す語呂合わせでいいでしょう。ズニーシャについては2週間前の前回このように考えました。こちらです。しかも1年前の考察通り、桃之助は鬼ヶ島を受け止めるというよりもオムラ雲を引っ張って軌道をそらしています。これはまるで魚人島に落下する箱舟ノアを海王類が引っ張ったシーンと重なります。となると白星が海王類を呼び寄せたように、もしかすると桃之助はワノ国にズニーシャを呼び寄せる可能性もあるのでしょうか。ズニーシャは桃之助の命令にのみ動く巨大な像であり、ズニーシャが来れば浮遊する鬼ヶ島を受け止められて、さらに燃える鬼ヶ島をズニーシャの噴火雨で鎮火できそうです。ズニーシャが来ればワノ国を取り囲んでいる世界政府の複数の艦隊をズニーシャなら蹴散らせますし、また日本の歴史から見ても江戸時代の8代将軍吉宗は像を江戸に呼び寄せており、ズニーシャはワノ国の兄弟分であるミンク族を背中に住まわせており、桃之助とだけ会話できますから、桃之助やワノ国に危機が迫っている今こそやってきたと考えられるでしょう。この考察を提示したのが前回の1036話ですから、タイミングがバッチリでした。しかしズニーシャにはまだ謎があります。それはズニーシャの本体はズニーシャなのかという問題です。ズニーシャから声が聞こえた時、ルフィはクジラの木の方を見ており、ロジャーもおでんもズニーシャの上で誰かに見られていると発言しています。つまりワノ国の侍と約束をしたのはズニーシャというよりはクジラの木なのかもしれません。僕はこちらの動画で約束イコール受け継がれる意志であり、それはイコール富だと考え、さらに富とは富103はクジラにつながると考えました。そしてこちらの動画ではワノ国編はスリラーバーグ編のブルックとラブーンの約束につながっており、ラブーンはもしかするとクジラの木と表裏一体、クジラの木こそがワノ国とかつて約束をしたのかもしれません。ブルックが約束通り動かないラブーンに会いに行くなら、ズニーシャクジラの木は逆に約束通りワノ国にやってきたという表裏一体です。
ズニーシャの謎はつきませんが、話を本編に戻しましょう。ズニーシャの登場シーンに重ねて、五老星は、いや、ありえん。もはやあの実は我々にとっても伝説だ。過去何百年も覚醒することなどなかった。と語っています。あの実とは何でしょうか。その前に五老星はここで、過去何百年もと発言しています。やはり五老星は不老の存在なのでしょうか。さらに続けてもう一人の五老星は、ではなぜ世界政府はわざわざあの悪魔の実にもう一つの名を与えたと語っています。これが1037の話数の語呂合わせ6つ目。あの実の名。あの実の名でしょう。どうやら世界政府は伝説の悪魔の実の覚醒を恐れ、ある悪魔の実の名前を意図的に隠蔽したようです。連載24年目にして小田先生がとんでもない事実をぶっ込んできました。この発想は天才的であり挑戦的です。頭の中の世界がひっくり返りました。もはや全ての悪魔の実が怪しく感じられます。伝説の悪魔の実とは何でしょうか。正直言ってかなりの難問ですが、それでもなんとか考えてみると、話の流れ的に一つに絞って考えるなら、やはりゴムゴムの実でしょう。連載24年目にして明らかになるかもしれないゴムゴムの実の正体。ゴムゴムが本当はゴムじゃなかった。この展開が最もインパクトが大きいです。ゴムゴムの実は12年前、当時の CP9 フーズ風によって護送されていましたが、シャンクスに奪われてしまった重要度の高い悪魔の実です。ゴムゴムの実がもしもゴムではなく別の能力なら、初めに考えたいのはやはりゴムだからで片付けてきたエネル線でしょう。電気を通さない絶縁体であるゴムだからこそ、ルフィはあの時エネルに勝てました。それではゴムの他に絶縁体にはどんな種類があるのでしょうか。ゴムの他の主な絶縁体はビニール、ガラス、プラスチック、木材、紙、油、純水、フロン、磁気、大理石などがあります。意外とありますが、この中でゴムゴムと同じような性質、柔らかく伸びて硬くもなり発火する物質、それは油、オイルでしょう。油は水のように液体にも固体にも気体にもなります。そしてなぜかゴムなのに燃えるルフィの発火技にも説明がつきます。1002話でルフィは雷が効かない上にカイドウの炎も効かないと描写されていました。これもルフィが油だからでしょうか。この時のルフィの髪型は燃えており、まるで太陽の神ニカです。確かにルフィはこれまでの長期連載で炎の敵とはなぜかあまり対戦してきませんでした。1002話で炎を浴びたルフィは根性と叫んでいることから、ある程度ダメージはありそうですが、ルフィが油なら火がついてむしろパワー全開になるようです。次にルフィが使う技、ギアセカンドも考えましょう。ギアセカンドの原理は、両足をポンプのように使うことで血流を加速させ、その力で身体能力を爆発的に進化させる技であり、ギアを発動させるとルフィの体は高温となり煙が噴出しますが、ギアとは歯車のことです。ルフィの技、歯車、ギアや銃に必要なのは潤滑油。つまりルフィはギアオイル、ガンオイル、いやルフィはいわばエンジンオイル。モンキー D ルフィとはエンジンオイル。エンジンとエンジン。しかもルフィの技の多くはギア、ピストル、ガン、バズーカ、ガトリング、ロケット、ブレッド、ボウガン、ライフル、キャノン、マグナムなど、なぜか機械的なネーミングが多いです。それはルフィ自身が潤滑油、オイルだから。いや、もしくはルフィのギアのポンプは油圧式。油圧式ポンプは比較的小型で空気圧よりも大きな力を生み出すと言います。ルフィがもしも油ならば全てが繋がる。ルフィの体が伸びるのは粘度がある液体、油だから。ルフィに電撃が通じないのは絶縁体である油だから。ルフィに炎が通じないのは体が耐熱油だから。ルフィが発火したり煙を出すのは油だから。ルフィは体が油だから肉が好き。ルフィの能力がゴムではなく油なら、その伏線はワノ国編が開幕した909話のウソップの嘘、ガマの油なのかもしれません。ウソップことウソハチは塗れば傷が治るという怪しいガマの油を売っていましたが、落語の演目ガマの油では酔っ払いの油売りが登場しており、このあたりが1037話で酔っ払ったカイドウとリンクしているのでしょうか。そしてさらに19話悪魔の実の扉絵も確認しましょう。ここでルフィはカバに歯磨きをしようとデンジャー危険と書かれた箱の上にいます。つまりこの箱は発火する危険があるオイルなのでしょうか。しかもこの19話でシャンクスは悪魔の実を食べたら海に嫌われると発言しています。
これは水と油の伏線ではないでしょうか。水と油の伏線は1話と2話にあるかもしれません。1話でシャンクスはルフィのことを泳げない金槌であると言っています。これはルフィが悪魔の実、ゴムゴムの実を食べる前にです。つまりルフィはゴムゴムの実を食べたから泳げないではなく、もともと泳げないのです。しかし泳げないルフィは2話で大渦に飲み込まれると樽の中に入って生き延びました。ここでのルフィのセリフがおかしいです。ルフィは目が回って死ぬかと思ったと言っています。泳げないのであれば通常水を大量に飲み呼吸ができなかったことに慌てるはずです。しかしルフィはそんなことは言っていません。さらにルフィはカイドウに海に落とされ長時間経っても死なずに生きていました。つまりルフィはもともと泳げない上にさらに悪魔の実によって海の中であまり力が出ないものの死にはしない。なぜならルフィは油だから。水と油、水の中で油であるルフィは溶けないで分離する。だからルフィは完全には溺れない。死にはしない。そういうことでしょうか。そして水といえばこちらの動画ではイム様の能力は最強種水だと考えましたから、ルフィがもしも油なら水と油の対比構造が成立します。さらにもしも天竜人が不老の存在ならば、老いない天竜人 VS 老いるルフィ、老いないと老いる、このダジャレも成立します。そして油の語呂合わせは油。126は本能。扉へのジャンゴのタイトルは奴は目覚めた。つまりこれはルフィの悪魔の実の覚醒を表しているかもしれません。さらにルフィがもしも油ならルフィの2人の兄、炎のエースとサボ、そして油のルフィという関係性が成立します。さらにルフィとは完全なる真逆の表裏一体だと何度も考えたサンジがアラジンに登場するランプのせい魔人イフリートになったなら、真逆のルフィはランプの油カタブラ。またこちらの動画で太陽の神ニカとはイコールゴムの人イコールルフィだと考えましたが、もしもこの考察が正しいなら太陽の神ニカの頭は燃えており、ニカの体は液体のように柔らかそうです。イム様は908話でルフィを歴史より消すべき灯火だとしてルフィの写真に剣を刺していましたが、ルフィが仮に油ならそれは灯火の油、灯油でしょうか。つまりルフィが油なら炎を燃やす燃料ということです。ということは受け継がれる意志。ルフィはエースの炎を受け継いで燃え広げる。いやそれだけじゃなく、レイリーはロジャーについて残り数秒わずかに灯った命の火を奴は世界に燃え広がる豪華に変えた。その豪華を燃え広げる油がルフィのレッドロック。ルフィが油ならロジャーとエースの炎を燃やす。五老星たちが恐れていること、それは革命、市民の暴動、革命を恐れている。そして革命の灯火とはニコ・ロビンであり、その灯火を豪華に変えるのがルフィの油。そんな世界政府が隠蔽した悪魔の実の名前とは何か。それは532年ローマで起きた反乱。その反乱で市民が叫んでいたギリシャ語で勝利を意味する掛け声、それはニカ。太陽の神ニカ、ニカニカの実。この悪魔の実の名前を世界政府が隠蔽した可能性。そしてギリシャ語で勝利を表すニカの語源はギリシャ神話の勝利の女神ニーケなのですが、ワンピースコミックス1巻を開いた1ページ目でルフィは勝利の女神ニーケの選手像をあしらった船に乗っている。ニカ、ニーケの語呂合わせはニカ29、ゴム56はイコールニカ29の可能性。ロジャーの命の火を豪華に変えるのはルフィのゴムではなく油。それは世界に燃え広がる。火に油を注ぐ燃料、ルフィを五老星は消したい。そして1037話で描かれた火祭りは盛大なほど亡き人へ思いが届く。まとめましょう。ルフィのゴムゴムの実のゴムの能力の描写は油、オイルの能力でも成立すると考えました。その油は灯火を豪華に変える燃料であると捉えました。その悪魔の実の名前はギリシャ語で勝利を意味するニカであり、その油の悪魔の実は数百年前にニカニカの実と呼ばれていたとも考えました。それは世界政府にとって不都合な存在であり、歴史からその名前は消されたが、ニカニカの実は太陽の神ニカの伝説とゴムゴムの実という名前に変わったかもしれません。ゴム56でありニカ29であるルフィの能力、これなら長年考察されてきた麦わらの一味の仲間入り悪魔の実の語呂合わせの法則も完成します。
つまり29を表す悪魔の実の能力者はすでに初めからいた。そして最後に決定的な伏線を提示しましょう。ルフィの誕生日はなぜ5月6日ゴムではなく5月5日に設定されているのでしょうか。2とかを合わせましょう。2とかを合わせると漢字の5。5が2つで5月5日ニカニカ。ニカニカの実。これらの考えが正しいなら後付けじゃない。20年以上前から小田先生は完全に仕込んでいる。それではルフィの能力が仮に油の能力だとしたらそれが覚醒するとどうなるのでしょうか。キッドが磁気の能力を覚醒させてビッグマムを磁石に変えたならルフィの油の能力が覚醒するとカイドウを油に変える。体に着火した炎はルフィを倒すまで永遠に消えない。レッドロックの豪華に焼かれるカイドウ。鬼ヶ島とスリラーバークが表裏一体ならスリラーバークでブルックが放った黄泉の霊気と対になるのがルフィの豪華。そして光月おでんが灼熱の油釜茹での中で死んだならカイドウは油そのものになって焼かれる。四皇カイドウが万が一倒されれば世界の均衡は崩れる。それを五老星は恐れている。以上です。どうでしょうか。一人で盛り上がりましたが全然違う場合もあります。考察は当たるも八卦当たらぬも主論八卦なのでご容赦ください。続いてはいつものように次号1038話の展開を話数の語呂合わせから考えていきましょう。1038話の話数の語呂合わせ予想。一つ目は13夜。13夜というのはどうでしょうか。13夜とは日本の風習で美しい月を見る後の月と言いますから、後の光月家のイメージから桃之助や光月日和の回かもしれません。前回1036話では鬼ヶ島に現れた小紫の後ろに松の屏風が描かれていました。そして伝次郎は今どこで何をしているのでしょうか。伝次郎は919話で松の屏風の前で光月家の亡霊を恐れるオロチを笑っていました。もちろん光月家の亡霊とは伝次郎本人。松とは松の屏風の後ろに伝次郎はオロチを倒すために待っているのかもしれません。このコマはなかなか怪しい構図です。1038話の話数の語呂合わせ予想。2つ目はトミーは。トミーはというのはどうでしょうか。先ほど話したようにトミーイコール約束ですから、それはトミー。103はクジラからのクジラの木があるズニーシャが約束を守りにやってきた話かもしれません。1038話の話数の語呂合わせ予想。3つ目は出しゃばり。出しゃばりというのはどうでしょうか。アプーあたりが出しゃばって余計なことをするのでしょうか。1038話の話数の語呂合わせ予想。4つ目は天運を見れば。天運を見ればというのはどうでしょうか。これも何度も予想していますが、一応この1038話でも花の都の住民が上空の鬼ヶ島を発見しそうな語呂合わせが成立しています。空船を空に上げて天運を見上げた時鬼ヶ島も発見するのでしょうか。ちなみに余談ですが、1年以上前こちらの動画では999話の語呂合わせ予想は9が3つで九山。九山だと予想し扉絵などに登場しそうだと考えましたが、しかし999話に九山の要素はどこにもなく、コメント欄でも九山来ねえじゃんなどと失望の声も聞かれ外したなぁと思っていたのですが、今ならわかります。エースは炎の能力であり、ヤマトは氷の能力だと判明したので、999話の1ページ目で描かれた鬼ヶ島での決闘、エース炎とヤマト氷の対決はパンクハザードで発生した赤犬杯炎と青生地九山氷の決闘を表しており、それこそが999話の隠し語呂合わせ九山だったと。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。